自民党が NTT の株を外資に安売りするそうです。ネットや電話回線は災害時に重要で、Twitter がイーロン・マスクに売却され、インプレゾンビにシェアされて、今回の台湾カレンでいいのかな自身の情報を見づらくなりました。NTT 売却で通信インフラ崩壊するんでしょうか。まあでも51% 以上売らないでそこを国が持つという形にすれば別にいいんじゃないかなと思いますけどね。マジョリティを市場に出すのか出さないのかっていう問題で、なので一部出すっていうのは僕は賛成ですけどね。51% 以上出しましたっていうので、じゃあ外国が買いましたとかっていうので、じゃあこれから日本攻めようぜっていうとめちゃめちゃ有利になるんですよね。ウクライナが、じゃあなぜロシアとそれなりに戦えてるかっていうと、イーロン・マスクが衛星携帯を無料提供している。まあそれがアメリカからお金ももらったらしいんですけど、っていうのがやっぱり大きいんですよね。なのでここ攻撃しようぜっていう情報もネット経由でいろいろ手に入るし、攻められましたっていう時にも、どういう部隊がどれぐらいの戦車だったり兵隊なので攻めてくるのっていうのを住民たちが写真だったり動画を撮って、で、それをその衛星携帯のスターリンクで上げて、で、ウクライナの軍の司令部がそれを見て、あ、ここら辺の部隊がこっち側に移動してるということは、こっちが手薄だな、みたいなので、リアルタイムで情報を収集して、で、それで対抗できるっていうのがあるので、割と強いんですよ。一回、ウクライナが、クリミア半島を取り返そうとしたことがあるんですよ。なので、クリミア半島の半島をつなぐ橋が爆撃されましたとかっていうのニュースであると思うんですけど、で、あれを潜水艦かなんかでやろうとして、で、その時にイーロン・マスクがそこの衛星切ったんですよ。ウクライナを守るのであれば、スターリンクは自由に使って良いですよと。ただ、クリミア半島というのは、一応戦争始まる前はあくまであれはロシア領土でしたと。もともとウクライナだよねとかいろいろあるんだけど、少なくとも戦争始まる前は、あれはクリミアの領土でした。なので、クリミアを攻めることには、スターリンクは使わせませんよっていうので、スターリンクの回線切っちゃったんですよ。で、結局攻められなかったっていうのがあったりして、なので割とイーロン・マスクって、ウクライナ・ロシア戦争の結構大きなポジションを占めてる人なんですけど、あんま世間的に知られてないですよね。ネット回線っていうのを自前で持ってるとか、じゃあ中国が攻めてきましたって時、イーロン・マスクがスターリンク貸してくれるか問題とかはありますけど、基本的には自前でちゃんとネット回線持ってた方がいいですよって話ですね。はい、NTT 法撤廃についてどう思いますか？ NTT 自由に競争させた方がいいんじゃねえっていうので制限なくそうみたいな話かと思うんですけど、僕はでもなんかそれによって、例えば ADSL とかが Yahoo がなんで安く昔配られたかっていうと、NTT の施設っていうのはお金を払えば使えるようにしなければならないっていうルールがあったからで、割とその電話線みたいなものだったりっていう資産を持ってるところが独占してしまうと圧倒的に強いので、なのでそこはまあもともと国のお金を使ってそういう独占的なポジションっていうのを取ったよねっていうのもあったりするので、ある程度の制限があるのは仕方ないんじゃないかなと思ってますけども、日本の場合って出来上がったブランドだったりが他の国に比べるとやっぱり強いんですよね。自由に戦った結果この会社は強いですってあれば、まあ、トヨタみたいなご自由にどうぞって話なんですけど、国の何らかしらの権限だったり許認可事業でその大きくなったっていうのはやっぱり僕ある程度の制限を受けるべきだと思うんですよね。なのでその携帯電話会社で NTT ドコモとか au とかソフトバンクとか楽天とかありますけど、あそこがめちゃくちゃ儲けたとしても、僕それは国は制限取って税金かけるべきだと思うんですよね。電波のその周波数帯っていうのは有限で限られていて、有限で限られているものを免許で、使わせてもらって儲けてるんだったら、それはすげえ儲けてるんだったらそれは国民に還元すべきだよねって話なので、免許とか全く関係なくて独自で儲けてますっていうのであればいいんですけど、僕は NTT はそうではないと思う立場の人です。携帯通信業界の将来性あると思います。全然あると思います。携帯業界がなくなることはないんじゃないですかね。結局今そのインターネットを利用した何かっていうので、もうインターネットイコール携帯になっちゃってるんですよね。ADSL とか光ファイバーとかじゃなくて、携帯でやるのが普通だよねっていうのが多数派になっちゃってるので、なので社会インフラとして携帯のインフラっていうのはなくなることは50年はないと思いますね。携帯電話なのか PHS なのかみたいな端末とか電波の周波数の違いとかあると思いますけど、手元で持ち運びできてバッテリーのついたもので通信をするっていう構造自体は変わらないんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。